ジャパン 8K12K TV のタカさんです。本日はですね、新しいアイテムをご紹介したくて、動画をアップいたしました。はい。その商品はですね、いつも使ってますこちらのカメラ、ブラックマジックアーサーミコル 12K のシネマカメラなんですけれども、ここにですね、ついてる2つあるんですが、こちらの商品を紹介したいと思います。こちらの商品ですね、ライブエア。ライブエアって書いてあるんですけど、商品はライブエア2っていうものですね。商品はレバー方式とダイヤル方式っていうのがありましてですね、こちらですね、このダイヤル方式と、スイッチっぽいんですけれども、レバー方式、はい、こちらですね。こちらでですね、ブラックマジックアーサーミニプロという、メーカーなんですけれども、こちらのカメラはですね、オートフォーカスが効かないシネマカメラということで、シネマカメラを使う人はオートフォーカスを、あんまり必要としないっていう方が多いと思うんですけども、私素人なんで、やっぱりワンオペですね、一人で撮影したりするとどうしてもオートフォーカスが欲しいんですが、カメラにちょっとついてないということで、こちらダイヤルとかですね、こちらレバー、スイッチ方式みたいなレバーなんですけれども、こちらを使ってズームを変えたりですね、あとはフォーカスをいじれる。今ジンバルローニン2という、業務用の、スタビライザージンバルに載せてるんですけれども、どうしてもこのズームを手で手動で変えるときは撮影を止めたりしないといけないんですけれども、こちら Bluetooth でですね、無線でですね通信をしてレバーでズームを変えたり、こちらスイッチでフォーカスをしたりとか、そうした場合すごく便利なんですね。撮影を止めずに、パワーズームみたく、最近ソニーでですね電動のパワーズーム、ボタンを押してこの倍率を変えれるズームをできるというレンズが出てきてるんですけれども、そういったパワーズームの機能、電動ズームの機能がない、シネマ用でですね何百万もするその電動ズームのパワーズームのレンズはあるんですけれども、それを買うというのはちょっと現実的な素人ではないので、こういったフォーカスレンズにですね、こちらの、プラスチックだったりゴムだったりするこのギアをつけてですね、そしてこちらの、こちらの商品ですね。こちらがモーターになってるんですけれども、こちらをつけてズームを変えたりフォーカスをいじれるという形なんですね。この設定方法とかですね、キャリブレーションしないと動かないんですが、多少その癖もあったりしますので、最後まで見ていただければと思います。その設定方法とか調整というのをご説明したいと思いますので、お付き合いいただければと思います。あとですね、こういった、ホットシューがついてまして、このロッド、こちらにですね、この同じようにこちらのモーターをつけましてですね、今、レンズはついてないんですけれども、こちらでこのダイヤルですね、レバー方式でもいいんですけれども変えて、ズームをいじれて、パワーズームみたく使いこなせるという、便利な商品になってますので、最後までご視聴いただければと思います。それではよろしくお願いいたします。こちらがレバー方式ですね。こちらでちょっと見にくいかと思うんですが、レバーですね。こちらをやるとズームが今 18mm のところですね。でこっちを反対側にレバーやると 35mm。こういった形で、ズームをパワーズームのようにいじれるという形ですね。こちらも Bluetooth でキャリブレーションをして今セッティングをした後という形なんですけれども、便利ですよね。ジンバルに乗せてですね、こういったズームをいじくるとなると、やはり撮影を止めなきゃいけないので、止めずに手元で変えれるっていうのがいいですよね。ほんとすごい便利ですよね。
本当にこれで、微妙な調整もできる。はい、いいと思います。本当おもちゃのようにこうずっといじっちゃいそうですよね。本当に、いいですね。はい、それではライブエア2のですね、セッティング、キャリブレーションをご説明したいと思います。はい、分かりやすいようにですね、ロッドにですね、こちらのモーターとですね、ダイヤル方式の、コントローラー、こちら見やすいように並べてつけてます。で、今ついているレンズがシグマの 18mm から 35mm のインナーズームレンズになりますね。インナーズームですと、今ブラックマジックアーサーミニプロのカメラをですね、ローニン2というジンバルにつけているので、全長の長さ、レンズの全長の長さは変わらないので、バランスが狂わないということで、重宝するレンズですね。こちらの望遠側にこちらの、モーターを配置するんですけれども、こちら、レンズについている望遠側のこのリングにはですね、あらかじめ、私は Amazon で買ったんですが、こちらリングつけてます。はい、でこちらの、モーター側の後ろにですね、このバッテリーが入るんですね。はい、こちらをこう差し込んで、こちら全部差し込むとですね、スイッチが入ってしまうので、ちょっと残してスイッチをわざと入れないようにしていただきたいと思います。入れない、バッテリーを深く差し込まない状態で、ちゃんとこのリングがですね、合わさるようにモーターのこうギアと、レンズの望遠側につけたこのリング、ギアがですね、ちゃんと噛み合わさるようにこう締め付けていただきます。はい、でこちらがちゃんとこう噛み合ってるかどうかをですね、こちら確認していただいて、トルクは逃げてないということを確認しましたらですね、でこちらの、モーターの方のバッテリーをグッと入れていただくと、こちら赤い点が、今赤い点が、相手のサーチをして調べているので点滅してますね。こちら点滅してます。で今度こちらコントローラー側もですね、こちら、小さいバッテリーがこう入るんですね。こちらを最後までググッと入れていただいて、こちらの電源があるので押します。そうすると今でこれがグリーンに変わりましたね。そうすると、グリーンとグリーンで今同期したって形。今こちら、望遠のズームが 35mm、 こちらを A 地点としますね。で今度反対側の絞った方の、18mm を B 地点とします。はい、これを手動でキャリブレーションしたいと思います。お高いですねシネマレンズですとこうしっかりカチッカチッと止まって自動でサーチして、自動でコントロールもできるんですが、私今これつけてるのフォトレンズなので、手動でキャリブレーションセッティングしたいと思います。では A 地点の 35mm から 18mm を B 地点にしますので、ゆっくりとこれをこうずーっと回していきます。はい、今 18mm の B 地点に行きましたね。で今度 18mm の B 地点から A 地点の 35mm に戻したいと思います。はい、今 A 地点の 35mm に来ました。これをちょっとだけですね 18mm の方にピュッと動かすとちょっとモーターがググってなるんですね。で今度コントローラーをこう回すと 18mm の方に移動していく。ぐーっと回すと見えてますでしょうか。回すと望遠が動いてますね。今 35mm でこちらのダイヤルをくるくると回すと 18mm になってますね。回すと望遠が動いてますね。今 35mm、 こちらですね。こう回すと 18mm になってます。はい、これやっぱ便利ですよね。はい、それではですね、
ライブエアー2のもう一つの商品ですね。同じ商品なんですけれども、今度は、先ほどはこちらの、ダイヤルの方だったんですけれども、今度はですねレバー方式ですね。こちらレバー方式、レバーといってもですね、ほんのちょっとのスイッチ形状みたいな感じで、ちょっとストロークがないんで、もしかすると微妙にやりづらかったりする感はある可能性はあるんですけれども、こちら、さっきのダイヤルと違いましてレバー方式になりますね。こちら、見やすいようにこちらにカリブレーションセッティングをご説明したいと思います。でまず、先ほどのダイヤル方式と同じように、こちらもモーターにですね電池が入るんですね。そして、今度は一点ですね、こちらの、レバー方式の方はですねバッテリーが入りません。充電方式になりますね。この辺がやっぱり先ほどのダイヤル方式の方ですと、バッテリーが取り替えれるっていうのでちょっと利点がありますよね。でこれで同じようにですね、こちら今フォーカス側にレンズにリングがついてます。こちらのリングもですね、私 Amazon で買ったので、ライブエア2にはついてないので別にお買い求めいただいてですね、でこちらをですねまた、電池を最後まで差し込まずにですね、こちらモーターのギアとフォーカス側のレンズにつけたギアをしっかりとトルクが逃げないようにギアとギアを噛み合わせていただきたいと思います。ここですね、ギアとギアをしっかりつけてドットに締め付けてですね、でこちらギアがちゃんと動くかどうかを確認していただきましたらセッティングを始めたいと思います。こちらの絞った方を A 地点としまして、で、今無限のマークがこちらにあるかと思うんですけれども、こちら無限マークの方を B 地点とします。でこちらが反対側絞った方が A 地点。でこちらの、シネマレンズと違いましてですね、このフォーカス側がしっかり止まらないので、フォトレンズだとちょっとゆっくり回していただいて、一番端の絞った側の、A 地点から B 地点に移動して、記憶させるっていう形ですね。先ほどと同じような形になります。でこちら、モーターのこの電池をですね、バッテリーを最後まで押し込めると電源がグッと入ります。今サーチが調べてますね。青く点滅してますモーターが。こちらのスイッチはここにあります。ここを押します。そうするとここが赤く点滅しましたね。で今グリーンになりました。これでサーチが完了したっていう形ですね。これで同期しましたので A 地点ですね、 A 地点の絞った側から B 地点の無限マークの方にゆっくり動かしていきます。ここで反対側の B 地点が終わりましたので、今度 B 地点から先ほどの A 地点に動かしていきます。でこれで反対側にまたちょっと動かしますと、ちょっとモーターが動くんですけれども、でここで動かしますと動く形になりますね、フォーカスが。これで手元でやると調整ができるっていう形ですね。ストロークが短いのでちょっとやりづらいかもしれないですね。
この微妙なですねこうやっぱりこの調整は、できなくはないんですけれども、ダイヤルの方がちょっとやりやすいかもしれませんね。はい、こちらのモーター側のですね始まりを必ず、絞った方の A 地点に合わさないとこの、レバー方式のモーターは認識しないんですね。それがちょっとちょっと癖があるんですね。先ほどの、こちらのダイヤル方式のこっちのモーターの方はですねそういうことがないんですね。A 地点を望遠側もしくは縛った方の 18mm 側にしてもですねどちらも認識するんですけれども、こちらの方のレバー方式のモーターはですねしっかり A 地点を、このレンズにすると、絞った側を A 地点にしないと認識しないのがちょっとですね癖があるっていうか難点ということですかね。その辺やっぱりこう見ますと、ダイヤル方式の方が、使いやすいっていうのは正直な感想ですよね。こちらの方がいいですね。圧倒的にやっぱりこの人気もですねあるので、こっちのダイヤル方式の方が注文しても1ヶ月から1ヶ月弱ぐらいかかるということなので、その辺も人気もですね圧倒的にこのダイヤル方式の方があるみたいですね。はい、私はちょっと商品が早く欲しかったのでレバー方式も早く来るならいいかなという形でしたんですけど、使えなくはないんで、多少ですねスイッチのこのストロークのセンサーの、具合でですねちょっと挙動ったりとかって誤動作することもちょっとあるんですけれども、その辺は調節していただいて、ゆっくりも回せなくはないですね。よろしいかと思いますね。はい。便利ですよね。ダイヤル方式もこのレバー方式の方も手元で望遠もフォーカスも変えれるということで、便利ですね。はい、それではですね今度レンズを変えてみました。シグマのですね100から400の望遠レンズですね、ライトバズーカーというレンズになりますね。はい。こちらに、先ほどの商品ですね、こちら2つ付けまして、ダイヤル方式とレバー方式のやつを付けてます。はい。ダイヤル方式をズームの方に、でレバー方式を、フォーカスの方に付けてます。でこちらダイヤルですね。もうキャリブレーションは済んでるんですけれども、こちらダイヤルをこう回しますと望遠がこう動く形ですね。結構この100、400ですと望遠のこのリングがですね結構重たいんですけれども、なぜか知らないんですけどこのダイヤル方式の方はですねすごく同じモーターだと思うんですけどパワフルなんですね。でこのズームの方にですねこっちのレバー方式をやるとちょっとカクカクするんですね。それはセンサーの問題なのか個体差なのかちょっとわからないんですけれども、この、私が買ったこの2つの2種類ですとこう重たい、ズームレンズですとこのダイヤル方式をズームの方にした方が動きがこうスムーズですよね。先ほどの、シグマのインナーズームですと望遠側もすごく軽いんですね。ですので、レバー方式でも大丈夫なんですが、これをこう逆転してレバー方式をズームのリングにつけてズームを相互させるとちょっとですねパワー感がないのかぎこちなくなってしまうんですけれども、これがこうダイヤル方式ですとすごくスムーズですね。はい。
はい、こちらの、モーターの部分の電池両方電池が入るんですね。こちら両方電池が入るんですけれども、こちらもですねダイヤル方式とちょっとレバー方式が形状が違うんですね。ダイヤル方式のモーターになります。こっちもですね上方向に上げるんですけれども、これ両方切り目があるのでつまんで上げるって出すことができるんですね。つまんでこっちを入れた時に、取り替えの時にですね上方向に上げて引っ張り出すんですけれども、入れると電源が入るんで、上に両方切り目がボディが切れてるんでつまんで上げる。すごく電池のですねバッテリーの取り替えが楽なんですね。でそれに引き換えこっちの、レバー方式はですね、これ片方切れてないんですね。こっち形状が違うんです。こちらでこちらの、正面というかこっちはですね表というか分かんないんですけれども、両方バッテリーに触れるところは切れてるんですね、ボディが。でこっちはですね上のレバー方式の方はボディが切れてないんですけど、こっちのダイヤル方式のレバーが切れてるんです。レバー方式の方は片方切れてないんで、一生懸命こっちをグーってやって、今は取り出せるんですけれども、ちょっと汗をかいた手と親指でやったりするとちょっと出しづらかったりするんですね。これ何回も抜き差ししてればその辺はちょっとルーズになって取り替えもしやすい可能性もあるんですけれども、電池が新しかったり買ったばっかりの時はちょっと、やりづらい。多分この設計した部分で絶対入れ替えがしにくいということで、こっちのレバー絶対こっちのボディは後の方に設計して切ったんでしょうね。ですので、多分企画した時点で最初にこのレバー方式が最初に作り、後からダイヤル方式を作った時にはこちらはボディを切ってバッテリーの取り替えをしやすいように設計を変えたっていうのが本当じゃないかなとはちょっと思うんですけれども、その辺はちょっとメーカーに聞いてないんでわからないんですけど、圧倒的にこの電池の入れ替えはですねダイヤル方式についてるこのモーターの方がいいですね。はい、本日も最後までご視聴誠にありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。こちらのライブエアー2という商品ですね。Bluetooth で、リンクしてモーターと、撮影をサポートするというアイテムなんですけれども、どちらの仕様もですね、こちらの、ダイヤル方式とあとはこちらレバー方式、どちらも便利ですよね。こういったシネマカメラ等はですねオートフォーカスがないのと、パワーズームはすごくシネマレンズでパワーズームを買うとすごく何百万とかってしたりするので、フォトレンズをジンバルに乗せて操るとなるとこういった、アイテムはすごく便利だと思います。そしてとりわけ同じ商品で2種類あるんですけれども、やっぱり買うならですね、ちょっとこっちの人気の商品のダイヤルの方は1ヶ月から20日以上は待つ可能性があるんですけれども、こちらのレバー方式はすぐ来たんですね。ですけれどもやはり待てるならば断然こっちのダイヤル方式の方がいいですね。微調整もダイヤルなんでしやすい。あとついてるモーターですね、モーターの癖といいますか、そういったものも、こちらのダイヤル方式では少ない。あとモーターの方の電池の、取り替えるのもすごく容易にしやすい。何を含めてもこれダイヤル方式のすごくやりやすいので、買うなら断然、メーカーとしては微妙なとこかもしれないんですけれども、私も一視聴、購入者としましたらですね、やっぱり断然ダイヤル方式の方がいいですね。人気がある通り。でもどちらもすごく、便利な商品なので、
こういった似た商品いっぱいあるかとは思うんですけれども、一応ですね、私はビデオ近畿という、東京在住なので東京のビデオ近畿で購入したんですけど、そのリンクも貼り付けておきますので見ていただければと思います。あと説明書がですね、こちらの、ついてるライブエア2の、中にはですね、英語と中国語なので、その取扱説明書代理店がですね、ありますので、そちらのホームページでは見ていただくと日本語の説明書もついてますので、それを見ていただければ、キャリブレーションのやり方も、そちらでも確認できるかと思いますので、そちらのホームページもリンク貼り付けておきますので見ていただければと思います。はい。どちらもレバー方式、ダイヤル方式も、便利な、アイテムになるかと思いますので、よろしかったらと思います。はい。これからもですね、どんどんこういった新しいアイテムを購入しましたらですね、ご紹介したいと思います。そして今まで通りですね、こちらのブラックマジックアーサーミニプロを使いまして、街並みですとか、飛行機ですとか撮って、ご紹介したいと思いますので、まだまだですね、素人なので発展途上ということで画質をもっと上げれるんでしょうけれども、頑張っていきたいと思いますので、今後ともご視聴よろしくお願いいたします。はい、そしてチャンネル登録、そしてグッドボタンを押していただければ大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。はい。